週末48時間で起業するビリオンダラーウィンクトに学ぶ失敗しない副業の始め方。いつか起業したい。自分だけのビジネスを持ちたい。そう思いながら気づけば数年が過ぎていませんか？自分には特別なスキルがない。失敗してお金が失うのが怖い。準備に時間がかかりすぎて結局何も始めていない。そんな悩みを抱えるのはあなたが慎重だからではありません。単に正しい始め方を知らないだけなのです。この記事ではアップスモーの創業者ノア・ケーガンが提唱するミリオンダラーウィンクトのメソッドを徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたは準備をやめ、今週末の48時間で最小の1ドルを稼ぐ方法を理解しているはずです。リスクゼロで人生を変える究極の副業、起業術を今すぐ手に入れましょう。なぜいつか起業したい人は一生始められないのか。結論から言います。準備に時間をかけてる人は一生成功しません。なぜならビジネスにおける準備のほとんどは実は失敗の恐怖から逃げるための言い訳だからです。完璧主義という名の先延ばしがあなたの成功を阻んでいる。多くの人が企業を前にして次のような行動をとります。おしゃれなロゴを作る。高機能なウェブサイトを構築する。法人登記の手順を調べる。完璧なビジネスプランを練る。これらはすべて一見仕事をしているように見えますが、実は1円の利益も生んでいません。具体例。例えば、あなたが家事代行サービスを始めようとしたとします。チラシを1000枚すり、プログラマーに依頼して予約システムを作っても、実際に家事を頼みたい人がいなければ、その投資はすべて無駄になります。ビジネスの本質はロゴを作ることではありません。誰かの悩みを解決し、その対価としてお金をいただくこと。これだけです。Now, not how。どうやるかより、今やるのマインドセット。成功する起業家とそうでない人の唯一の違いは、実行までのスピードです。多くの人はどうやってやるかを調べすぎて動けなくなります。しかし正解は今すぐ動いて動きながら修正することにあります。週末だけで収益化を目指すミリオンダラーウィンケント3つのステップ。ミリオンダラーウィンケントが教える手法は驚くほどシンプルです。お金をかける前にニーズがあるかを確認する。これにつきます。以下の3ステップを今週末に詰め込んでください。1、悩みを見つける。不満はビジネスチャンスの宝庫。結論として、優れたビジネスアイディアは
自分の不便の中にあります。もっとこうなればいいのに、これがめんどくさいと感じた瞬間、それはビジネスの種になります。具体例、近所に美味しいサラダ専門店がない。子供の習い事の送り迎えが仕事の会議と重なって辛い。Excel のウォーロカーブが何度やっても覚えられない。これらはすべて悩みです。誰かの困っていることをリストアップすることが企業の第一歩です。丸に顧客を特定する。ただ一人の本気で欲しい人を探す。次にその悩みを抱えているのは具体的に誰かを考えます。みんなをターゲットにしてはいけません。具体例、ダイエットのアドバイスをします。ではなく、3ヶ月後に結婚式を控えているのに、背中のファスナーが閉まらなくて焦ってる花嫁さんぐらいに絞り込んでください。ターゲットを絞るほどあなたのメッセージは鋭く突き刺さります。そしてその人に直接連絡を取れるかが勝負です。丸3、プレセール。商品を作る前にお金を受け取る。ここが最も重要です。商品を作る前に先に売ってください。まだ物がないのに売るのと思うかもしれません。しかし、これこそが 100% 失敗しない方法です。具体例、例えば、オンライン講座を売りたいなら、動画を1本も撮る前に、こんな講座をやる予定ですが、興味ある人は先行予約で3000円払ってくださいと提案するのです。お金を払う人がいる場合、ニーズが証明された。全力で作成を開始する。お金を払う人がいない場合、そのアイディアはダメだったということ。1円も失わずに次へ行けること。お金を払ってもらうことこそが唯一の市場調査です。成功率を劇的に上げる拒絶セラビと100回の法則。起業できない最大の壁は断られるのが怖いというメンタルです。これを克服するためのメソッドを紹介します。断られることをゲームに変えるマインドの作り方。ノア・ケンガンが進めるのがコーヒーチャレンジです。カフェでコーヒーを注文する際、10% 割引してもらえませんかと聞いてみる。ただそれだけです。当然、理由は聞かれますし、断られることもあります。しかし、この気まずさになれることが重要です。理由、起業家として生きることは、ノーと言われる回数の方が圧倒的に多いからです。断られたイコール否定されたではなく、断られたイコールデータが取れたと捉え直しましょう。100人にアプローチするまでビジネスを評価してはいけない。結論として1人や2人に断られたぐらいで諦めるのは統計学的に見て早すぎます。どんなに優れた商品でもタイミングや相性で断られることはあります。
まずは100人に提案するという目標を立ててください。最初の10人、提案の練習。次の30人、改善のためのデータ収集。最後の60人、収穫期。100人に提案して、1人も買ってくれないのであれば、その時初めてアイディアが間違っていたと判断できます。実践編。今すぐできる48時間企業のロードマップ。それでは具体的な今週末のスケジュールをシミュレーションしてみましょう。土曜日、アイディアを検証とアスクの開始。午前中は自分の周りにある不満を書き出し、解決策を一つに絞ります。午後は実際にターゲットに連絡を取る時間です。チェックリスト。解決したい課題を一つ決めた。その課題を抱えている知人を3人リストアップした。こんなサービスを考えているけど、お金を払って受けてくれるとメッセージを送った。完璧なメールを書こうとしてはいけません。SNS の DM や LINE でちょっと相談があるんだけどと声をかけるだけで十分です。日曜日、販売と改善、そして継続の決断。日曜日は前日の反応をもとに調整を行います。高すぎると言われたら値下げするか価値を足す。興味ないと言われたら別のターゲットを探します。もしやってみたいという人が現れたらその場でペイパルやペイペイなどのリンクを送り入金を完了させてください。明日払いますは高確率で入金されません。その瞬間の熱量を逃がさないことがスモールビジネスの鉄則です。注意。週末企業で初心者が陥りやすい3つの罠。情熱を持って取り込むのは素晴らしいですが、初心者がハマりやすい落とし穴もあります。自動化やツール導入を急ぎすぎる。要約サイトを作らなきゃ。メルマガスタンドを契約しなきゃ。こう考え始めたら危険です。最小の顧客10人まではすべて手動でやってください。メールの返事も日程調整も自分で行うことで顧客が本当に求めている細かいニュアンスを理解できるからです。一つ目のアイディアに故障しすぎる。結論として、最初に思いついたアイディアが成功する確率は極めて低いです。ミレントル・ウィンクトの真髄は、素早く失敗し、素早く次へ行くこと。一つのアイディアに故障して数ヶ月を費やすのではなく、数日でこれはダメだと判断できるスピード感を持ちましょう。自分の好きだけでビジネスを考える、好きなことを仕事にしようという言葉は魅力的ですが、他人がお金を払いたいことでなければ、ビジネスは設立しません。あなたの好きと他人の悩みが重なる場所を探してください。まとめ、あなたの週末が人生を変える第一歩になる。ここまで読んでくださったあなたは
もう準備不足を言い訳にはできません。企業は大きなリスクを背負って影から飛び降りるようなことではありません。今週末の48時間を使って誰かの役に立ち、最初の1ドルを受け取る。その小さな実験の積み重ねなのです。最後に、今すぐできるアクションプランを提示します。アクションプラン。今から24時間以内にやるべきこと。最近イラッとしたことや面倒だと感じたことを3つ書き出す。その悩みを解決できそうな知人を一人思い浮かべる。その人にこんなこと始めたら助かると LINE する。ロゴも名刺も豪華なホームページもいりません。必要なのはあなたの一歩とスマートフォンだけです。来週の月曜日、あなたは企業を夢見る人からビジネスを始めた人へと変わっているはずです。最後に書籍ミリオンドラーウィンクの内容からビジネスを最速で立ち上げ成功させるために不可欠な最重要ポイントを20個に凝縮して整理しました。必要な方はコメントをお願いいたします。さあ、最高の週末にしましょう。